の EV プラットフォームではないんですよね。こんな柔らかかったっけ。出るタイミングがすごいかわいそうなタイミングだったんですよね。スリーポイントスターの一部が光るんですよね。ちょっと私必要なシーンが思いつかないぐらいめちゃくちゃ完成します。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はこちらメルセデス・ベンツの電気自動車 EQB250 プラスご紹介していきたいと思います。今日は一般道市場となりますけれども、実はですね走りの方もなんか前回試乗した時と違うかもって思うところがあったので、改めてお伝えしていきたいと思います。皆さんぜひ今日も最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいです。1走目2走目トップコート、いやー大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。さあそれではですね EQB 試乗しながら帰りましょう。やば T シャツがやば水かぶったみたいになっちゃった。いやー久しぶりに乗りましたよ EQB で、前回 EQB 撮影した時も真夏でめちゃくちゃ暑かった記憶があるんですけれども、あの時日陰で撮影できた気がするんですよね。ちょっと今回日陰がなくてすごい炎天下で、もう本当にこの夏は撮影には YouTuber には地獄ですねまあさておき、もう本当に快適です。もう一旦乗ってしまえば快適、メルセデス・ベンツって思いながら、何よりもエアコンがよく効くこれがありがたいなっていうふうにも思います。でもやっぱ大事なのはやっぱりこう電気自動車って割とこう空調とかを犠牲にして燃費を稼ぐみたいな手法があるので、例えばこうね空調とかを削った方が、空調とかをねマネジメントした方がやはり航続距離は伸びますので、使う側のどう使いたいかどう走らせたいかっていうのがですね、非常に重要になってくると思うんですが、今回ですねそもそもこの EQB なんですけれども、バッテリー容量が増えました。そもそも EQB ってどういう車なのっていう話なんですけれども、EQ というのはメルセデス・ベンツの電動化ブランド、ピュア EV ですね。今は ISG がIC に搭載されていたりとかして、あとプラグインハイブリッドも持ってますので、メルセデス・ベンツもね実は電動化っていう意味ではかなり進んだブランド展開というラインナップ展開をしているブランドではあるんですけれども、その中でもバッテリー EV ですね、BEV と言われているもののラインナップのうちの名前が EQ っていうのがついているというような感じなんですね。でBMW はラインナップの一つとして1グレードとして EV を出しているので、そこがですねちょっとメルセデス・ベンツと EV に対する考え方が違うところで、ドイツのねプレミアムメーカーの中でもこれだけ違いがあるというか、考え方に、それぞれがあるよっていうのがちょっと面白い部分ではあるんですが、ともあれ EQB はですね GLB の EQ 版ということで、実はですねプラットフォームを GLB と共用しています。ですから、メルセデスのスモールセグメントの電気自動車はガソリンモデルとプラットフォームを共用していて、専用の EV プラットフォームではないんですよね。でそれがまたすごいなと思うんですけども、やっぱりねEV ってもうすごい重たいですねバッテリーを搭載しますから、そのバッテリー分の搭載した強度を確保するためというか、そのバッテリーを搭載すればやっぱりね車体が重くなります。で車体が重くなると今度サスペンションの取り付け部とかに負担がかかってくるわけですよね。で路面の入力を受け止めるのはタイヤだけですから、タイヤとサスペンションだけですから、それを車体に伝えるためにいくらですねダンパーの方を太くしたところで車体の方がゆるゆるしてると、この重りに耐えきれなくなってねじれたりよれたりとかして、それが強心になって、もちろんその強度っていう意味もそうですし、衝突安全っていう意味ももちろんそうなんですけれども、バッテリーがね発火しますのでそういう意味でもそうなんですけれども、何よりも走行感がぐにゃぐにゃして気持ち悪くて楽しくないっていうねことにつながりがちなんですけれども、なんともともとやっぱりねその辺の合成に関してはやっぱりメルセデスすごいです。 A、B ともにですね EQ はプラットフォームを共用しても大丈夫なんですね。 EV になってもそれがまさにちょっとびっくりポイントで、以前ですねEQC もそうなんですよ。ガソリンエンジンモデルとプラットフォームを共用してるんですね。
で EQC の国際試乗会に行った時に ICE のプラットフォームがそのまま EQC のですねプラットフォームに使われてますよということで、そのカットモデルというかそのシャシーの部分だけ置いてあったんですけど、実はこうトランスミッションがね入っているそこをそのまま使ってそれを強度部品と衝突保安部品にしてるんだっていうね説明があって、いやすごいなと思って、EV ですから軽量化した方が絶対いいわけですよ。航続距離伸びますから。だけどそれを抜かないでちゃんとその合成のために使っていて走りを犠牲にしてないよっていうところだから EQC はかなり早い段階で出てきましたけれども、このベブの味付けっていう意味で言うとやっぱりメルセデスは最初の頃からちゃんとメルセデス味を貫いてきたなっていうところがあって、ステアリングの重厚さであったりとかその路面のこう、受け取るこうサスペンションのこう堅牢な感じとかそういうところがずっとメルセデス味だった。ですけれどもそれがちゃんとこう ICE と同じプラットフォームを使い、コストを削減したことで、割と普及に努めてきたかなっていうところもあって、すごいねそこがハッとしたというか、いやすごいなメルセデスっていうねその考え方が割とコロンブスの卵的な発想だなと思って、感激した部分でもありました。さておき、AQB もそのようにですね GLB とプラットフォームを共用しているわけなんですけれども、こんな柔らかかったっけ思ってますちょっと話が行ったり来たりしますけれども、この EQB なんですけれども、この改良前のモデルに比べましてバッテリー容量が上がってます。はい、そもそも 66.5kWh だったものが 70.5kWh に、容量が拡大されました。でこれによって、航続距離も伸びまして520キロが557キロに伸びてるんですね。で何よりもその航続距離に対する不安を少し削減しましたよということなんですけれども、520から557キロですから、ここで37キロを稼いでるわけですよ。だから日常のお買い物とかだともうバッテリー容量の拡大分だけでもう賄えちゃうぐらいですね、かなり、伸びたんじゃないかなっていうふうにも思います。ラインナップでいうと EQB というのはですね2つのラインナップがあって、この250プラスがフロントのモーター、それから350のフォーマティックが前後モーターになっていて、で、このフロントモーターに関しては同期モーターを使われているんですよね。でこの同期モーターの話はですね以前EQB の動画でもさせていただいてるんですけれども、この同期モーターであるがゆえにですね非常にこうトルキーねすごくこう滑らかに加速していくっていうねすごくレスポンスの速さっていうのがですね叶えられてるわけですよ。フォーマティックの方350になってくると前が非同期後ろが同期になってるっていうね感じになっていて、ここもですね、走りの質が全然違うっていう感じだったんですけれども、そう前回のEQB の動画では2本お出しして250だからこの250プラスになる前ですね250と350のフォーマティックを試乗してると思います。でその時に私多分ね350フォーマティック一択だなっていう話をしたような気がするんですよね。けどこの250プラスになって今250に改めて試乗するといやこれで十分かなっていう感じがしてます。そもそも値段がこれ車両本体価格810万円なのでとてもお得。3列シートの SUV で、これだけ装備が揃っていて、いろいろオプションついてますけれども、車両の本体価格が810万円っていうのは結構お得なんじゃないかなというふうに思います。で、これにはですね、例えばこうアドバンストパッケージとかがね、ちょっと上級のオプションがたくさんついてるんですけれども、そもそもですね、そのオプションがめちゃくちゃ増えたっていうのも今回ですね、非常に大きな商品の魅力ではあるんですよね。でやっぱりその EQB、ちょっとですね内外装と使い勝手変の時にもお話ししたんですけれども、出るタイミングがすごいかわいそうなタイミングだったんですよね。でコロナの真っ最中でまさに半導体不足が本当に深刻化していた時期にこの子が出ちゃったとか日本に導入されちゃったんですよ。なのでその EQB最初のモデルはですね実は500万超えるモデルだったんですけれども、このシートのアジャスターが手動だったりとか電動がねついていなかったりとかしてみたいな、そんなことあるメルセデスでみたいな感じがあったんですけれども、その辺の装備が、ちゃんと標準化されていて綺麗になったっていうのと、それからそのアドバンストパッケージみたいな例えばヘッドアップディスプレイが入ったりとか、いろんなですね快適機能が入ったものが、走行に対するね機能が入ったものが、設定されたと。
でお客様からの要望があってオプションでもいいから入れてくれというのがあったので入れましたということなんです。でその辺はさすがの改善というかね、非常に商品力の高いものをちゃんとね、欲しいものをちゃんと後から入れてくれるなっていうのはメルセデスっていうところも感じます。ただ結構なオプション設定になるので、これもう今に始まった話じゃないんですけれども、いい車を選ぼうと思うとどんどんですね値段が上がっていっちゃうっていうのも一つしかりかなっていう感じもします。このですね、同期モーターのですね、フロントモーターの250プラスなんですけれども、非常にですね、久しぶりに乗ってみてパワフルだなと思いました。もう全然これでいいんじゃない？やっぱりね、これだけ乗るとあんまりネガティブは感じないんだけれども、350のフォーマティックに乗っちゃうとやっぱり前後モーターなので、この4駆のバランスがめちゃくちゃ良くて、角曲がる時とかも楽なんですよね。でしかもやっぱりメルセデス・ベンツらしいものすごいしっとり感というか重厚感っていうのもちゃんと叶えられているので、メルセデス・ベンツファンね、EV でもメルセデスに乗りたいよっていう人は350選んでくださいとは言いました。でその感覚は今も残ってます。で何がその250プラスはちょっとメルセデスっぽくないかというと、めちゃくちゃ軽いんですよ。ステアリングとかがめちゃくちゃ軽やかなんですよね。でこれはだからエントリーで、メルセデスに乗る人からすると優しいところにも感じられて、ここは表裏一体というか好きだなここって思うポイントでもあるので、私は結構なんかメルセデスのその重厚なところが好きなタイプのメルセデスファンなので、350の方がやっぱり4駆そのフォーマティックの方が好きだなっていうふうに思ってしまうんですが、これはこれで軽やかな EV の魅力っていうのがあるので、軽快に使える軽やかな EV が欲しく、さらにそれがメルセデスだったらいいなっていう人にはもう全然おすすめですし、この軽やかなハンドリングはむしろその歓迎するべきところなのかなっていうふうにも思います。それぐらいステアリングはすごい軽やかですね。このステアリングホイール自体はこれも新しくなりまして、例えばヒーターが入ったりとか、それからアダプティブクルーズコントロールの時とかに、いちいちトルクをかけないでもパッと手を乗せているだけでセンサリングというかハンドルを持ってるって検知してくれる、静電式のハンドルになったので、そこも非常にありがたいところではあります。で利便性の向上っていう意味では本当にね改善だと思います。なのでこの、装備とかもちょっといろいろ考えてみると、この810万円っていう価格が適正なのかなっていうね感じもします。とにかくそのメルセデス・ベンツらしい堅牢さ、メルセデス・ベンツらしいゴージャスさっていうのがちゃんとこの EQB にも導入されたというのがもう本当に何よりも朗報なんじゃないかなというふうにも思うんですよね。ただちょっと自分の中で、フィールが気になるなと思ったところはですね、多分それこそバッテリーを搭載していて、サスペンションはさすがに変えてるとは思うんですけれども、その ICE とねめちゃくちゃふわふわするんですよ。でこのふわふわはそのいわゆる国産 EV とかにありがちなずっと揺すられてるとか入力が収束しないみたいな、ずっと揺れが連続しちゃうみたいなフラフラするようなものではないんですけれども、とにかくおそらくですね底付きであったりとかこの EV の重さ硬さっていうのを緩和するために少しダンパーを戻り方向を柔らかくしてるような気がするんですよね。だから入力の一番最初は割とバシッとねメルセデスらしい硬い入力が急峻な入力に対してはガコンって入るんですけれども、例えば本当にこの後方車借り出すところの結構大きい段差があるんですけれども、そこをガコンって降りていく時、だから皆さんでいうところのコンビニから出る時みたいな感じのところを超えるとふわっていうね、結構大げさに揺れるというかで、そういうところがあります。でメルセデスの素晴らしいところはその揺れがずっとボワボワ続いて揺すられすぎて気持ち悪いとかがなく、一旦揺れて戻ったらちゃんとしっかりクッて戻るっていうねそういうところはさすが本当にメルセデス・ベンツだなっていう感じがして、この足作りのうまさっていうのを感じさせる部分ではあるんですが、でもそのふわっとしたところは感じなくはないので、あれ柔らかいのか柔らかくないのか、いや柔らかいのか硬いのかみたいなですね、ちょっと不思議なフィールがあって、とにかくちょっと急峻な大きな入力が入った時には揺れます。でそれを柔らかいと取るか、よく揺れるなと思うかは多分ねこれはねメルセデスファンかどうかっていうところにも寄ってくると思うんですけれども、ふわっとした足が好きな人はふわっとしたって言ってもやっぱ20インチのタイヤが入ってて P0 なので
ピレリの P0 なので、そんなにねこうもっちりしすぎてるっていうわけではなく、しっかりねこう接地性というかこうグリップ性っていうのを感じるタイヤではあるんですけれども、とにかくそのダンピングのこうお作法が割とこうふわっとされているので、そこでこれまでのメルセデスらしくないというかね、ちょっとこう250プラスらしい個性っていうのがそこにあるのかなっていう感じもしています。でこれは好き嫌いが分かれるところかな。でこういうのが350プラスになると、モーターがね前後2個にあって、重量バランスとかもすごく良くって、さらにちょっとこう重量があるのでしっとりとこう、ね、接地感のある、サスペンションになるので、もし EQB でかっちりした堅牢さっていうのを求めるのであれば、350フォーマティックの方がおすすめかな。250プラスだとちょっとこうその軽さというかね軽快さというかそうですね、軽さっていうのが出ちゃうかなっていうね、ちょっと言い過ぎちゃいそうだったのでやめましたけどちょっと軽さっていうのが出ちゃうかなっていうふうにも思います。ただもうさっきから言ってるようにこの軽さっていうのをむしろ敬遠しない、還元する人もいる可能性もあるので、好きっていう人もすごくいると思う。本当に今までにない軽快さなので。あとですね、車両としては、V2H と V2L に対応した、逆にしてなかったんだと思ってびっくりしちゃうんですけども、こちらも対応したというのがニュースかなと思います。電気自動車を予備バッテリーみたいなね形にして、例えばお家につないでお家の電源を確保するとか、例えば外に出てキャンプの時にですねこれをバッテリーのように使って、例えばそのキャンプの道具として使う。例えばグリルをつないでみるとかね、そういうことができるよっていうようなものなんですけれども、それにも対応しましたということで、選びやすいね、一つこうね商品的な魅力になっているかなっていうのも、こちらも魅力だと思います。ふわふわの話に戻るんですけれども、こういう、今ねアクアライン渡ってます。ご覧の通りでアクアラインって橋なので、こう実際に、注意して走ってると、高架の橋になってるので、意外と路面がねこうずっとこうアンジュレーションがある状況になってるんですよね。いわゆる普通のこう地面の上の道よりも少しこうね路面の斜面がついている、シャドウがついているというか、そんな感じがすごくあって、でこういうところをですね、風の影響ももちろんあります。今日結構風強いので横風がビュービュー吹いてるんですけれども、このアンジュレーションプラス横風っていうですねいろんな方向からの入力があるとちょっとふわふわします、やっぱり。でこれもメルセデス・ベンツらしくない味なので、めちゃくちゃもうガチメルセデス・ベンツファンからするとやっぱり EQC 以上が EQ なのかなっていう感じもして、ちょっとこうね EQB という、カジュアルなグレードの位置づけっていうのをこういうところでも感じてしまうかなっていうところは一つ言っておこうかなと思います。ただやっぱりねものすごい装備が良くなったんですよ。で車の性能としてもそうなんですけれども、このメルセデス・ベンツファミリーにちゃんとこう新しいね EQB をなっているっていうところが、高い商品力だと思うんですけれども、このアシスタンスとかももちろんそうですし、乗っててねこうインターフェースがとにかく気分がいいっていうのがもうすごく大きな魅力かなっていうふうにも思うんですよね。でこの MBUX が第7世代に新しい世代のものになったということによってですね、この中の機能も使いやすくなったっていうのも一つポイントかなと思います。ただちょっと久しぶりに乗って思ったんですけれども、ここにもやっぱり慣れが必要で、この新しい世代の静電式のこうスイースポークのステアリングとこの第7世代の MBUX の組み合わせでちょっとですね、これなんか何なんだろう、夏だからなのかな、この静電のこのセンサーの精度がちょっといまいち私の指と相性が良くない。これ前の世代のやつだとすごいねさっさと触っただけでパッパって変わるんですけれども、この世代のやつがねちょっとこうボタンの使い方とかにコツがいるので、オーナーさんはですねちょっとこう使い方をこう学習してというかね、自分でトレーニングしてからやられるのがいいのかなっていうふうにも思います。ただこのインターフェースの中身自体は、第7世代になったといってもですね、機能がどんどん増えてるからどんどん足されてはいくんですけどね。でそれをうまくこう浅い階層で分かるように配置されているっていうのは、メルセデス・ベンツらしい良さで、ここはずっと継続してほしい部分ではあるかなと思います。そしてですよ、もう間もなくアクアラインのトンネルに入りますので、皆さんご期待ください。車内が本当にすごいことになります。映るかな。実はですね、このねインターフェースもめっちゃ綺麗だな。はい、見えますかね。この辺がアンビエントライトがとってもゴージャスなんですよ。
ここが光ってるんですよね。これ見えないかね、これをじゃあ試乗した時のお楽しみにしてください。このダッシュボードのメルセデスの3ポイントスターの一部が光るんですよね。でこれ私から見るとすごく綺麗に光ってるんですけれども、これもですねトンネルの中であれこれだけのライトがあるとあんまり見えにくいので、本当にね夜のドライブとかですごく効いてくると思いますので、こちらもですねぜひオーナーさんは楽しみにしていただけたらと思います。はい、一般道に戻ってきたので、内外装と使い勝手編の時にも話したこのパドルシフトの役割についてちょっと検証していきたいんですが、これがねすごい分かりやすくなりました。でクラシックの画面にしてると一番分かりやすいと思うので、インターフェースもクラシックの画面にしていきたいんですけれども、これ改正量がね変えられるんですよね。でメルセデスの EQ シリーズは全てこのパドルシフトで改正量を変更できるようになってるね。もちろんねこうダイナミックで、例えば走行モードをコンフォート、エコ、スポーツ、インディビデュアルで4種類に変えることができるんですけれども、これもスポーツにするとパワートレーン、ダンピング、それからステアリングとかも全部変わるみたいな感じにはなっていますが、それだけじゃなくてその改正量を変えられる。で改正っていうのは、改正ブレーキなので、例えばワンペダルドライブみたいなことですね。これができるかどうかっていうねことがこのパドルシフトで可能になってくるんですが、高速道路とかでワンペダルにするとただただ気持ち悪い感じになっちゃうので、一般道で使うのがいいかなとも思います。ワインディングとかで使うのもいいんですけどね。だからそのペダルのオンオフっていうのがこう明確にあった方が運転楽っていうところでやってみるのがいいかと思います。スターターをオンにしたデフォルトではですね、実は D になっています。でこの D レンジっていうのがそもそも強力改正なんですよね。なので普通に走っていて、例えばですねアクセルペダルをパンと離すと、はい、ぐーっとですねG が効きます。ブレーキのね G がぐーっと効きます。つまり減速をするわけなんですよね。なんですけれども、これが割とこう慣れていくとね、やっぱり EV オーナーさんとかって慣れてくるとワンペダルドライブの方が、ブレーキをね踏まずに済むので、アクセルペダルだけでね動力を合わせることができるので、これの特性に慣れてくると楽だなっていう方いらっしゃると思うんですが、とはいえですねこの G、改正っていうのは改正するためのブレーキなので、こう調節がねあまりできないんですよね。でこれが煩わしい方は、そもそもねブレーキで合わせたい方はプラスの方にこう一つパドルシフトを引っ張って通常改正にするといいと思います。で通常改正にすると、例えばアクセルをこうパッとね離したとって、ここでこう改正が効くわけではなく、コロコロコロっと前に進んでいく、クリープみたいな感じでこうコロコロコロって進んでいくっていう感じになるので、普通のコースティングというか、ノーマルモード ICE とかのアクセルオフに近いような状況になりますので、これが一番馴染みがいいというかね、私はそうですね、一人で乗っててあんまりその街でぐいぐい改正が効くのがあんまり好きじゃないので、私は乗ったら必ずもうこの改正緩めモードね、プラスモード D プレスモードにしちゃうんですよね。でそっちの方がちょっと気持ち悪く、自分も気持ち悪くならずに済むっていうメリットもあります。なんですけれども、このワンペダルドライブでグイグイ行くのが好きっていう方もいらっしゃると思うんですよね。でそういう方はさらに改正を強めることもできる。でその超改正強めモードにするには、このマイナスの方を押して D マイナスに合わせると、もう本当に嘘やろっていうぐらい、そう必要っていうぐらい、ちょっと私必要なシーンが思いつかないぐらいめちゃくちゃ改正します。例えば今この先にちょっと赤信号がもう見えてるので、それで使ってみたいんですが、やっぱ車速によるのか。時速20キロぐらいだとそんなに改正しないんですよね。そう、あと時速0キロまではいかない。ある程度のところまで行ったらコロコロコロって転がしますね。停止はしないんだな。けどちょっと速度を上げていって、例えば今時速40キロぐらいからアクセルをパンとオフにすると、もう笑えるぐらい止まるんですよでこれが車速が高くなればなるほどもっと改正量が増えてくるので、これがねワンペダルドライブの面白いところなんですけれども、急にブレーキをかけたいと思ったら、たくさんアクセルを踏んでおくっていうね、ちょっと独特のドライビングテクニックが必要になってくるんですが、このワンペダルドライブにでもこれマイナスいるのかな。例えばワインディングとかで一人で攻めたい時
で例えば峠走りに行きたい時とかはいいかもしれない、楽しいかもしれないです。アクセルとブレーキと踏み替えなくて済むので、こうアクセルの動力だけでコーナーを攻略していくとかね、そういうねこうテンポをつけて走る時とかはすごくいいかもしれないんですけど、まあ、間違いなく隣に誰か乗ってたりとか、もっとしんどいのは多分これだと3列目シートにね人が乗ってたら本当やめてその運転ってなると思うので、まあ、一人の時お一人様モードにしといた方がいいんじゃないかなと思うぐらい結構グイーって聞きます。グイーグイーって。という感じで改正量がこんなに変わるよっていうお話です。私はもうプラスに戻しちゃう。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。はい、というわけで今日はこちらメルセデス・ベンツの電気自動車 EQB250 プラスお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。やっぱね、この大きさでこのパワーで、そしてフロントのモーターのみとはなりますけれども、ラインナップには350のフォーマティックもありますので、選択肢という意味でもすごく豊富ですし、また3列シートがついているというですね GLB 譲りのですね使いやすさっていうのもそのまま継承されていて、とってもいいんじゃないかなと思いました。皆さんもぜひ販売店で試乗してみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。